こんぷは大家好，我是プアル。暑くなるこの季節はアイスが食べたくなりますね。31の推しはキャラメルリボン、プアルです。毎日違う美味しさも試してください。コンプアレンニャン6号です。このチャンネルではプアルが注目しているゲームの紹介やレビューフィードバック、実際やってるゲームのプレイ動画などゲームについての発信をしています。さて今回はライズ・オブ・キングダムから最新推奨研究ツリーのお話。先月ですが新推奨研究ツリーの情報が出ました。全 KVK シナリオが対応するのかはちょっと把握しきれてないんですが、どうなんでしょうね。もう体験された方もいるかとは思いますが、まだの方もまだまだ多いと思うので、さらりとですが一緒に見てみましょう。まずはツリーの全体像、こちらですね。同じものもありますが結構ガラッと変わっています。ではツリーに沿って見流していきましょう。はい、攻撃速度と続いていきます。そして部隊拡張が入って推奨軽減、そして駐屯地の推奨と有効度アップ、3番目がラリー部隊数アップですね。で野蛮人のスキルがあって部隊拡張、そしてカカルへのスキルです。さあ移りまして2回目の消費推奨軽減、集結部隊数の増加、そして攻撃力ですね。各種攻撃力アップ、そして防御力アップが入っています。さあそして続いて2回目の行軍速度アップ、増援部隊数アップが来て、後で触れますが新スキルルーンの召喚、そして治療リソース、病院の治療リソース軽減、6部隊目解放、そして新スキルですね。病院の収容量が増えるやつですね。そして配送部隊の即時帰還です。そして各兵種のヒットポイントアップがあり、行軍速度アップ3回目、そして治療リソース軽減の2回目が来て、これも新スキルですね。神の助け、即時支援でしょうか。そして7部隊目解放があって、各兵種からのダメージ軽減、最後は不意打ちですね。このようなツリーの流れになっています。大きな変更点は新スキルの追加とスキルツリーの進める条件が緩くなったということでしょうかね。私のサーバーは今回の KVK で初めて実装なのでまだ分かりませんが、ここやこちらのねスキルのようにこのような枝葉の位置に派生するスキルは上げずに、右に流れるメインの道を通るメインツリーのスキルを軽く上げればどんどん進んでいくっていう感じで理解していいんでしょうかね。必要のないスキルは上げないで進めるようなコンセプトで改変したと言っていたので、どこまで進めやすくなっているか実際見るのが楽しみですね。では今ある情報をざっくり見た印象をお話ししていきましょう。もし間違えていたらコメント欄で修正しますが、既存のスキルに関しては上昇数値や消費推奨に変更はなさそうに思えます。行軍速度上昇は各兵種ごとのスキルになりました。ミックス部隊の人であれば部隊ステータスアップは基本的に工場兵器以外全部取らないといけないでしょう。ミックスにしてない方や出さない兵種があるよっていう方、また精鋭1部隊だけ出すよというような育成途中の方は消費推奨を浮かせる恩恵が強く働くかなと思います。最後に控えている各兵種からの火ダメ 10% 減少は必須級のスキルでしょうね。
全部上げなきゃって感じだけど、校長兵器からのダメージだけは KVK によって変えられるかもですね。敵に遠隔が少なければ優先しなくてもいいだろうし、逆に遠隔だらけの KVK であれば必要になってくるでしょう。野戦をするなら部隊数上限アップも優先的に上げる必要がありますね。それは変わらずなんですが、結構早めに上げられる位置に変更されているのも意図が感じられますね。はい、ではここでステータスに関わる数値を見ていきましょう。最大まで上げると攻撃は 12.5% 上昇、防御は 15% 上昇、ヒットポイント 15% 上昇、行軍速度はプラス 30% になります。ミックスの場合は歩兵とか足が遅いものから優先に上げてしっかり足並みを揃えるか、馬多めだから馬を先に上げて追撃の機会を増やすかなど個性が出そうですね。部隊数上限拡張は 50% アップになります。野蛮人とカカルに関するスキルはダメージアップと獲得推奨アップのスキルが統合されています。獲得にかかる消費推奨が安めなのは変わらず。さあ新スキルについてですが、この4つですね。一つ一つ見ていきましょう。まずは丸1、終生への祝福。これはルーンの召喚ですね。好きなルーンを1日2回まで城の近くに召喚できるというものです。これは嬉しいけど2回は少なすぎませんかね。出てる時間が12時間以上とかならいいかもしれないけど、そこは書いてないからどうなってるんでしょうね。また他の人が召喚したルーンが取れるかも気になるところ。取れるならとっても助かるんだけどね。習得には水晶300万かかるので、このスキルはスルーして聖女まで取りに行く可能性もあるかも。もし自分以外が召喚したルーンを取れる仕様ならば、がっつり野戦しないサブたちに習得させて戦場近くでルーンを召喚してもらうなんて作戦がね、有効になるかもしれないけど、実際はどうなんでしょう。すでに体験済みの方いらっしゃいましたら、ぜひコメントで情報交換お願いします。召喚しても出てる時間が短いとかね、取ったらすぐ消えちゃうとか、他の人はルーン取れないとか、ちょっと微妙なことになっていたら本当優先されないスキルになるので、そこら辺はしっかり使えるものに仕上がってくれてるといいんですけどね。はい、次丸2、苦境支援。これは病院の収容数を上げるものですね。ロス金だともともと60万ちょっとなので、だいたい80万くらいになるんでしょうかね。大いに越したことはないけど、常に即退院させて戦場に戻る戦闘機からすると優先で上げるものではないのかもしれませんね。丸3、配送兵の期間。これは宝石を消費して配送兵を即時帰還できるというものですね。ジェムがかかるのはちょっと痛いですが、これを見る限り1部隊200ジェムで即時帰還っていうことなんでしょうかね。暗黒戦とか重要な場面ではこれを使わない陣営と使う陣営だとかなり差が出ると思うので、必須級にガンガン使っていく感じになりそうですね。これはえぐい。さあ最後4番目は神の助け。これは支援が自動獲得できるということで、支援を待たなくても最大30かな、この支援が即時受け取れるというスキルなんでしょうかね。支援の上限が上がるとは書いてないので、そういうことなんだと思いますが、だとするとアクティブな陣営であれば結構すぐ上限いくし、あまり人がいない陣営とか軍団に入ってる KVK だとすると、時間帯によっては全然支援が飛んでこないとかね、そういうことがあるので、そういう時に使うのかな。そんな感じで状況によっているいらないが分かれそうなスキルですね。はいと、こんな感じですが、実際はどうなんでしょうね。使いやすくてとてもいいと言えるような改修になっているんでしょうか。私は来週からこの推奨研究ツリー適用後の KVK に突入すると思うので、
使用するのが楽しみです。早くどんな感じでね進められるのかやってみたいところですが、皆さんが気になる点、こういう仕様だったらいいなみたいなことありましたらコメントで教えてください。すでに体験した方からの使用感もコメントで共有してもらえるとありがたいです。もしこの動画が参考になりましたら高評価、チャンネル登録お願いします。来金以外のゲーム動画もありますので、もしよろしければ説明欄にリンクをしておくので見ていってくださいね。では最後に全必要推奨コストを見ながらお別れしましょう。というわけで最後までご視聴ありがとうです。今回はここまで。ではでは、おつぷはまたです。